ただきます。こんにちは。今日は質問にもらってたお気に入りの調味料について紹介したいなと思っています。まずは基本のお醤油からいこうかな。お醤油はこれ長野県の地域密着型スーパーのデリシアっていうスーパーの信州の親友っていうオリジナルブランドがあるんだけど、このお醤油丸大豆醤油を使ってます。これいくらだっけな、 750ml で398円とか、間違いなく500円以内で購入できて、本貯蔵の濃い口醤油で長野県産の大豆と長野県産の小麦を使ってて、かなりコスパがいいので、やっぱ煮物とかジョボジョボお醤油使うから、そういう時はこのデリシアのお醤油を使ってます。で、お刺身食べる時とかちょっとお醤油にこだわりたいなっていう時は、この国産有機醤油濃い口、これもちろんオーガニックのお醤油なんだけど、ちょっとお高いけどなんかちょっとこだわりたいっていう時はこっちのお醤油使ってます。で、最近みりんは結構量も使うし、あんまりこだわりはなくって、だけど本みりんは必ず使うようにしてて、本当に全然こだわってないから Amazon で適当に購入したやつなんだけど、今はこの大容量の本みりん使ってます。もち米にちょっとタイ産のが入ってたりするんだけど、本みりんだし結構量を使うので、今は適当にこれ使ってます。本当は福みりんが好きなんだけど、最近はちょっとお高いし節約ってことでこっちを使ってます。で、炒め物のオイルとかもあんまり使わないようにはしてるんだけれど、よく使うのはこの毎日の米油ってやつで、料理によってオリーブオイル使ったりごま油使ったりいろいろ変えてます。じゃあ次、これはもう私の動画を見てくれてればわかると思うんですけど、ナンプラー、これも Amazon で一番最初の方に出てくる2本セットのお安いナンプラーなんだけど、もう私結構和食でも何でもナンプラー入れるタイプで、本当に日本食だったら肉じゃがに入れたり煮物に入れたり味噌汁に入れたり、本当なんかお出汁の代わりにこれをちょっと入れるだけですっごい料理の味に深みが出るから、もうナンプラーは超私の中での重要調味料です。もうこれがないと完成されない私の料理はいっぱいあるぐらいおすすめです。本当にタイ料理とかエスニック料理に限らずに、ちょっと和食にちょろっと入れてみたりとか、本当に可能性無限大って感じだから、ちょっとの隠し味に挑戦してみてほしい。本当にお料理が美味しくなります。超優秀ちゃんです。おすすめナンプラーで、次これネパールで売ってるチリガーリックなんだけど、これ本当に美味しくて中毒者が続出してるチリガーリックフレークなんだけど、これね、みんなに紹介したところでネパールでしか買えないっていうのがちょっと心苦しいところではあるんだけど、本当に美味しくて、もちろんパスタとかにかけてもいいし、ちょっと炒め物の時に入れてもいいし、ピリ辛で、なんていうのかな、ちょっとジャンキーさもあるんだよね。こうがっつり今刺激が欲しい時にちょっと振りかけるだけで本当に魅惑の味にしてくれるチリガーリックフレークです。
で、次これ。私のお友達がプレゼントしてくれたスターダストマサラっていうスパイスミックスなんだけど、これ渡辺カリー店っていうスパイス専門のお店なのかなが販売していて、いろんな種類があるんだけど、このスターダストマサラがめっちゃ美味しくて、アムチュールっていうマンゴーのスパイスが入ってるんだけど、酸味のある卵の黄身みたいな香りと深みがあって、多分このマンゴーのスパイスがいいんじゃないかなと思うんだけど、これ本当に美味しいです。このスパイスすごいおすすめ。もちろんサンドイッチに入れても美味しいし、このちょっと酸っぱくて爽やかで癖になるスパイスミックスです。本当にこれめっちゃおすすめ。渡辺カリー店さんで買えます。じゃーん。これはちょっと調味料とは番外編になっちゃうかもしれないんですけど、私毎年大量のニンニク購入して全てこのニンニクオイルにしてるんですね。でもちろん冷凍もしてるし、すぐ使うものはこういう大きい瓶に入れて冷蔵庫で保存してるんですけど、作り方は以前の YouTube で紹介してるので、それちょっと概要欄から見てもらいたいなって思ってるんだけど、やっぱニンニクチューブとかってすごい添加物とかも気になるし、なんか安心した素材で毎回ニンニクすりおろすのもめんどくさいから、簡単にニンニクが使えるようになったらいいなと思ってこのニンニクオイル作り始めたんだけど、めちゃめちゃ優秀で、もう毎回ニンニクカットしたりとかすりおろしたりとかして料理に入れるの本当に私はめんどくさいタイプだから、もうこれをスプーンでちょっと入れるだけでもうニンニク入れられるからすごいおすすめです。ニンニク麹とかにしてる人もいると思うんだけど、やっぱねオイルの方が私は好きかな。ニンニク本来の味で使えるし、で今国産のニンニク結構高かったりするから、メルカリとかでニンニクまとめて買うと本当にお安く買えるから、それを購入してニンニクオイルにするっていうのがすっごいおすすめです。これ作る時はねちょっと一手間かかるけど、1年間の自分を甘やかしてあげられるから、1日頑張ればもうこれ超優秀です。そのくらいかなあ。お砂糖とかお塩とか、ちょっと待って、忘れてた大事なお塩とお砂糖。まずお砂糖からいこうかな。お砂糖は基本的に天才糖使ってます。まあ時々気分によってきび砂糖を使ったりもあるけど、まあいろいろトータル的に自分で考えた結果天才糖が一番いいなと思って使ってます。でメーカーとかは特にこだわりがなくて、その時その時で売ってる天才糖を使ってます。基本的に白砂糖を使うっていうことはまずなくって、生成されていないお砂糖、ミネラルとかちゃんと栄養の入ってるような天才糖だったりとかを使うことがほぼ全てです。で、お塩は私の大好きなお友達が作っているこちらのお塩を使っています。奄美大島に住むお友達ファミリーが作ってるこの星海岸の海水を使ったお塩です。奄美の綺麗な海水を使って自分たちで作り上げているお塩。これもう本当にみんなに一回味わってほしい。もう超美味しいお塩です。塩味は控えめでもやっぱり旨味がすごくて、もうこれ一回使っちゃったらみんなちょっと虜になると思うので、本格的に自分たちで一から作ってるお塩だし、すごく面白い生活をしてるファミリーなので、ちょっと応援のためにもぜひ皆さん購入してほしいと思ってます。インスタグラムの方から DM すれば購入することできます。このぐらいかなはい、ということで参考になれば嬉しいです。